こんにちは。今回はポブレイレンダリングワークベンチです。本当はレンダーワークベンチをいじる予定でしたが、たまたまポブレイレンダリングワークベンチを見つけてしまいました。ということでポブレイレンダリングワークベンチをいじってみたいと思います。そもそも何をするものかと言いますと、端的に言えばフォトリアリスティックなレンダリングを行うツールです。フォトリアリスティックって何？という方はハリウッド映画の CG 映像みたいなリアルな描画だと思ってください。もともと CG 技術に関しては海外ではリアル志向のフォトリアリスティックレンダリングを研究してました。それに対して1990年代後半から2000年代前半の話ですが、日本はアニメ用の CG ばかり追求してました。ということで日本はアニメ表現が独自進化したわけですが、海外のリアル志向の技術に置いていかれたわけです。アニメ調のシェーディングをトゥーンシェーダーと呼んだりします。ピクサーはアニメですが、使われている技術はフォトリアリスティックです。海外と日本の文化の違いですね。まあそんなうんちくはどうでもよいのです。ポブレイはレイトレーシングやラジオシティ、フォトンマップなどのいわゆるフォトリアリスティックレンダリングが可能です。早速いじってみましょう。まずはポブレイレンダリングワークベンチのアドオンをインストールしましょう。する拡張機能の間にをクリックしてください。アドオンマネージャが開きます。検索項目で POV と入力してください。ポブレイレンダリングが表示されると思います。クリックしてインストールしましょう。インストールが終わったら再起動するようメッセージが出ますので再起動してください。再び起動したらアドオンインストール完了です。続いてポブレイ本体をセットアップします。ポブレイで検索してください。ダウンロードのページを開きます。ダウンロード Windows インストーラというリンクがありますのでクリックします。ダウンロードのポップアップが表示されますので開くをクリックしてください。ダウンロードが完了するとセットアッププログラムが起動します。インストール先はお好きな場所を指定してください。サンプルをインストールするフォルダもお好きな場所を選択してください。インストールが終わったらポブレイを起動してみましょう。ポブレイのアイコンをダブルクリックで実行します。なんかポップアップダイアログが出てきますが、ポブレイ専用エディタをインストールするかというダイアログです。どっちでもいいです。はい、オーストエディタのインストールも行います。では改めて起動したらこんな画面が表示されます。ポブレイインストールはこれで完了です。次はフリーキャド側の設定です。編集、設定で設定画面を表示します。設定画面にポブレイレンダリングの項目が追加されますので選択します。ポブレイエグゼキュータブルという項目が表示されますので、ここにインストールしたポブレイの実行ファイルフルパスを指定します。設定が終わったら OK で画面を閉じます。ではここで一旦新規作成を行って適当なオブジェクトを読み込んでみましょう。ワークベンチをポブレイレンダリングへ変更します。次にカメラのアイコンをクリックしてください。エクスポート2ポブレイという画面が表示されます。ここでアウトプットファイルセレクションという項目があります。この項目に適当な名前のイニファイル名を設定してください。レンダリング用の設定情報を書き込むためのファイルとなります。以上で基本的な設定は完了です。せっかくなのでとりあえず何かレンダリングしてみましょう。テクスチャーズタブを開いてみてください。ガラスとか石とか木とかいろいろなパターンが選べるようになっています。今回はクリスタルガラスを選んでみました。スタートレンダリングボタンを謳歌してください。レンダリングが始まりました。粗い画像から徐々に細かい画像になっていくのがわかります。ちゃんとクリスタルガラスの表現でレンダリングされました。では今度は背後にもう一つオブジェクトを追加してみましょう。さてこれで実行したらどうなるでしょうか。ちゃんと背後のオブジェクトを投下してレンダリングしてますね。ガラスの光の屈折率をしっかり反映しているのがわかります。では次はラジオシティの効果を見てみましょう。こんな感じで四角の箱の中にオブジェクトを入れてみます。ライトは箱の中の X 軸方向端で G 軸中央あたりにあると思ってください。あと1点忘れていましたが、透視灯 A ビューに変更しましょう。変更するとわかると思うのですが、見た目が変わります。普通人間が物を見るとき
遠いものほど小さく見えますが CAD の場合遠くても同じサイズに見えます。今回は CAD 風の描画ではなくリアリスティックレンダリングですので透視投影ビューとします。ということで早速実行してみましょう。パラメータ設定の細かい話をすると動画が終わらないので説明はすっ飛ばします。さて結果はまあ一応ラジオシティですね。光が物体に当たって物体から拡散反射して壁にも光の明暗が映っています。レイトレーシングでもレンダリングしてみました。左がラジオシティ、右がレイトレーシングです。比較するとリアルさの違いがよくわかりますね。一応レイトレーシングとラジオシティの切り替えについて説明しておきます。インダイレクト、ライティングタグの中のユーズ、インダイレクト、ライティングをチェックするとラジオシティ、チェックを外すとレイトレーシングになります。残念なことにフリーCADのポブレイレンダリングアドオンはフォトンマップには対応してないようです。ただ POV というファイルが生成されますのでそれをいじることでレンダリングすることは可能です。興味がある方は試してみてください。最後に HDRI について説明しておきます。ハイダイナミックレンジ画像とか呼ばれますが端的に言えば360度球体の背景画像です。背景がないと寂しいので HDRI を表示してみましょう。エンバイロメントタグ開いてください。エクスポートエンバイロメントという項目がありますのでチェックします。次に HDRI エンバイロメント項目をチェックします。 HDRI パスに HDRI 画像を指定します。 HDRI 画像はポリヘイブンというサイトが有名だと思います。フリーで入手できると思いますのでよければご参考まで。さて HDRI 画像をゲットしたら早速実行してみましょう。早送りでレンダリング中です。完成です。いい感じにシュールですね。背景もちゃんと描画できました。背景の草原や空の模様が光の反射や屈折で映り込んでいるのがわかります。フォトリアリスティックレンダリングというものがなんとなくわかりましたでしょうか。何このしょぼいのとか何に使うのこれとか思う方もいると思います。冒頭でもちょこっと語りましたがハリウッド映画のようなリアルな CG はこういう技術をいろいろ組み合わせて作られています。そんな技術が誰でも手軽に使えてしまうことに感動しましょう。ただまあウプ主の勝手な想像ですが建築設計関係のプレゼント化に使うのがメインかなと思います。特にラジオシティは屋内の家具などが置かれた部屋を照明で照らすと極めて映える映像が撮れます。あとはジュエリーとか非科学的な形状の作品をきれいに見せるぐらいでしょうか。まあ使い手次第ですね。ということで今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。